それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、あの人は他に好きな人がいるの？というのをテーマに見ていきます。今、好きなお相手には気になる方があなた以外にもいるのかどうかっていうことを見ていきます。ではよろしくお願いします。まず今回はジプシーカードを使って実際にお相手に私以外にも好きな人がいるのっていうふうに聞いた時にお相手はどんなことを考えるのか、どんなふうに答えるのかっていうことで、言われた時のお相手のお気持ち見ていきます。実際にもしそれを口にしたらお相手はどんなふうに反応してくるのか、どんなことを考えるのか、1枚もらっていきます。そうですね、これね、賢き人とか、これはつまりおばあさんのカードなんですね。おばあちゃんの知恵袋とか言いますよね。なので知恵が詰まっている、私以外にいるのって言われた時に落ち着いて対処するとか、賢く自分の知恵を使って諭す、何か落ち着いてっていう風にも感じられますね。慌てることなくっていう風に出てきているので、もしあなたに言われた時にはそのままお話しするのではないかなと思います。ノルマンからももらっていきましょう。悩んだり悲しんだりとかそのようなことはなく、落ち着いて対処されていくのかなとも思いますが、もう1枚ルノルマンからもらっていきましょう。お相手を表すカードが出てきています。なのでね、その自分自身っていうことを主張していくんですが、もう少しこの後のカードを使って深く見ていきましょう。でも落ち着いてはいるなっていうのはあります。では今回は他に好きなお相手がいるのかってことで、他の異性に対するお相手どんな風にお付き合いされてるのかな、人間付き合いされてるのかなっていうところと、今の現時点でのあなたに対する思いっていうところで見ていきます。まずは最初にそうですね、あなたに対する思いっていうところでお相手から見たあなたへのお気持ちもらっていきます。ではお相手のあなたに対するお気持ちっていうところで見ていきます。このお相手、そうですね、お話が上手ですし、冷静に物事を判断してその場を立ち回っていく、臨機応変に対応していくっていう力はあります。あなたに対するお気持ち、過去にいろいろお二人の間で揉めたとか、そのようなことは出てきています。ソードの点7、8というふうに出てきていて、現在に至るまでずっとあなたと一緒にいたんだっていうことは変わらず出てきていますし、この先も一緒にいるっていうことは出てはきています。過去は、そうですね、いろいろと揉めたり苦しいことがお互いあったりとか、このお相手の中でもそうですね、責められてしまったこととかもあったでしょう。で、苦しかったことからうまく立ち回ってきたんだっていうようなことが出てきています。そしてこれから先、今とらわれていたこととか、過去ですね、過去とらわれていたことから抜け出して、ようやく抜け出して今現在模索している、うまいやり方ないかな、どうやったらもっとうまくいくかな、あなたと一緒にやっていけるだろうか、より良い道はないだろうかっていうことを探していて、この先その道が見つかって扉が開いて、やっと自由になれるとか解放されたっていう風になっていくような流れです。未来はずっとあなたと一緒にいると思います。2人でお互い新しい道を切り開くっていうような流れで出てきていて、
お相手そのために動いていくんだよっていうチャリオットが出てきています。2人の問題に対して解決する方へ自分は進んでいくんだとか、自分自身制して自分の意思で進んでいくんだっていうところが出てきています。あなたはどうだろうか。怒らせちゃったことあるのかなと思いました。お相手があなたを怒らせてしまった。怒ってるんじゃないかなとかね、過去あったのかな、喧嘩とかね。それは異性関係に対することかもしれないんですが、でもお相手的にはあなたにもいるんじゃないのみたいなことを言いたいんだっていう風に出てきていますね。これからお相手が動くことによって物事が急激に変わっていきます。はい、この方がどこに向かって動こうとしているのか、それは自分自身の解放につながるようなことっていうのが出てきています。そうですね。あと障害としてやはり、安定さっていうのがどうしても出てくるので、この方の最も苦手とするところかもしれません。あなた自身もそうかもしれないんですが、どちらかというと速さ、スピード勝負っていうところがあって、転々とするようなそんなイメージもします。一つの場所にずっと留まっているのがお互い苦手だったりとか、お出かけするのが好きだったり、家の中よりだったら外に行きたいとか、 SNS を活用していたり、そして、安定っていうところに苦手意識があるので、つまりは自分自身の生活状況だったり経済状況、そしてお互いの生活の基盤、それを作っていくことが苦手っていうところがあります。だからといって責任を負いたくないとかそういうところではないんですが、あなたにそれを求められたことが過去あるのかなと思いました。一緒に暮らしたいとか、もう少し落ち着いて交際したいとかね。今そのお相手は他に好きな相手がいるのっていうテーマなんですが、あなたとお相手が交際してるかどうかっていうのは人それぞれあると思うので、あなたの方からお付き合いしたいって思ってるんだけど、申し込みしていたんだけれども、お相手はまだ自分は自由でいたいとか、そういうお気持ちもあって交際に至っていないとかね、そういうのもあったのかな。少し意見のぶつかり合いっていうのも感じます。賢い方なのでうまく立ち回ってきたんだけれども、でもどうしても苦しかったことはあったんだっていうのが伝わってきますね。あなたとの間ですね。でももうそれは終わりを告げて自分の中で模索している最中ですね。どうでしょう、あなたの方で何かお相手に強く言ってしまったことがあるとか、あとその情報のやり取りっていうところで返信するしないだったり、連絡するしないとかね、約束するしないもそうですけど、どっちがとかね、そんな風にも見えます。どうしたらこの人と付き合っていけるんだろうってあなたが考えていたりとか、そうですね、アタックはしていたんだけどうまくいかなかったような過去とか、交際していても過去に揉めたとかね、そういうことも出てきます。お二人の間に何かしらいざこざがあったのかなっていう過去現在っていう風に流れてきています。ただそれからもうそのしがらみから抜けるためにお相手は今動いてるんだよっていうのが出てきてるので、これから物事が変わっていくでしょう。はい、ではお相手が他の異性とどのように交流を持っているのか、実際のところ他に好きな人がいるんじゃないのっていうところで見ていこうと思います。お相手と他の異性に対する、交友関係とかお気持ちっていうところを見ていくんですが、距離感を保っているのではないかなと思いました。過去に見直しのカードが入っているので、今現在あなたと交際しているしていない関わらずに、お相手は異性関係のことで見直しっていうところが過去にあって、今現在も距離を置いているというか、ここ囚われのカードで動いていないんですよね。自分で動かないとか、動けないのかもしれないし、動かないのかもしれないし、一定の距離を保っているように感じます。
未来も節制のカードで入ってるので、それがちょうど良い距離感バランスなんですよってことで、本人が望んで距離を置くとか保つとか、今の距離感でっていうところは出てきています。それは過去に見直しがかかったからなんじゃないかな。そして今他の異性とのバランスはこれぐらいの距離感がいいんだっていう風に流れていきます。そしてソードの3番があるので、これは2通り読むことができます。一つはあなたと過去に他の異性のことについて喧嘩になったりとか、そのことがあって、あんまりそういうね、喧嘩とかしたくないから、そういうこと抱えたくないので、他の異性と距離置こうとかっていうことは、つまりあなたを一番に考えている可能性がある。で、もう一つ、二つ目の可能性としては、これは三角関係っていうふうにも読むことができるので、一時その誤解や三角関係、複雑な関係性っていうのがあって、過去に揉めたっていう可能性があります。同じようなことを繰り返さないためにも、距離感、程よい距離感を保っているとか、自分自身セーブしてる、その誤解を与えないように他の異性と仲良くしないようにしているとかね、そういうのもあります。ただし、ソードの8はここにもリンクしていて、ここはでもね、You can be free っていう風に書いてるんですよ。で、あなたはね、自由になれるよっていう風に出てきていて、これは少し複雑だなっていう風に感じています。お相手があなたと一緒にフリー、自由な身になっていくのか、よりよくね、心が自由になっていくのかっていう風に、それともお相手だけが自由になるのかっていう風になるのか。でもね、あなたはずっと一緒にいるんですよ。なので、そうなんです。あなたはずっと一緒にいるので、お相手だけが一人どっかに行っちゃうとか、そういうことじゃないと思うんですけど、ただお相手の気持ち的にはだいぶ楽になるんじゃないかなっていうのがあるんですね。やはり過去に三角関係だったり、他のライバルの存在だったり、異性のことに対して喧嘩したっていうことが出てきてるのかなと思いました。そのことによって、あなたに何か言われたことによって、それで気をつけようっていうふうに思ったんじゃないかなと思います。またそれに向けて今取り組んでますよっていうのも出てきていますから。ただ気になるのが、ここのカップの9なんですね。カップの9っていうのはいわゆるウィッシュカードを表しています。これは周りの環境に対することで出しているカードなので、ここカップの9、何が周りの人の環境として願いが叶ってるんだろうっていうふうに直訳するとね、そういうふうに感じているので、ここは深掘りしたいかなと思います。そしてこちらがそうですね、障害となるもので、エンプレスのカード、これはあなた自身を表すんじゃないかなと私は今回読み取りました。女性のカードですね。お相手の本命っていうところで、これ他の異性との関係性の障害として本命のカードが出てくるということは、これ周りの人から見たら障害にお相手に本命がいるっていうふうに思っているっていうことですね。というのはあります。はい、ここもね、もうちょっともらっていこうかなとは思うんですが、今回は、女帝はあなたなんじゃないかなと思いました。周りの人から見たお相手の本命っていうことで、そしてここですね、最終結果デスのカードが入ってるので、そのお相手が関係性、とにかくね、すごく気にしてるんですね。周りの異性との距離感っていうところで、バランスだったりね、関係性っていうのを何度も何度も見直したりとか、距離を置いたりとか、やり直しをかけたりとかしているので、ここでもやはり切り替わりとか、変わる、終わるっていうのが入ってくるんですね。で、そうですね。異性とのバランスをもう一度見直したり切り替えたりとかリセットかけたりとかっていうことで、人間関係、対人関係の整理っていうのもつけるんじゃないかなとも思います。終わるべく関係は終わりにしてっていう感じで、ご自身の中で整理するんじゃないかなっていうのもあります。またはそうしようと思わなくても終わっていくようなご縁っていうのもあると思うので、このあたりが急激に変わっていくことですね。ここがお相手がね、他の対人関係のことについて整理することが出てくるので、あなたとの関係性も急展開を迎えるっていうのがあります。また早くね、そうなるようにお相手の方から急いで動いているっていうのもあるからっていうのもありますよ。お相手があなたに対するお気持ち、どんなこと考えてるのかなっていうのをもらっていきます。
はい、それはルノルマンカードからもらっていきます。お相手はあなたにどんなことを思っているのか、あなたに対する今の思いです。率直な思いをお聞かせください。はい、こちらの1枚です。熊のカードです。やっぱりパワフルな方っていうのが出てきていますね。またあなたのエネルギーっていうのが強いので、うん、なんか一言一言に重みがあったりとか、影響力っていうのもあると思います。あなたを怒らせたくないなっていうのがまず一番に入ってきますね。そして影響力っていうのがすごく大きく入ってくるので、この方のね、心の中を占めている割合も大きいですね。それは良い意味でもそうじゃない意味でもっていう風に入ってきます。時々身構えちゃうんだっていうのが出てくるので、怒らせたらやっぱり怖いなっていう風に思ってるかもしれないですね。なので前に喧嘩したことあるとかね、言い合いになったことがあるんじゃないかっていうのは入ってきます。また逆に頼もしい相手ともして見ているので、自分にとって頼れる存在とか、自分を守ってくれるとか、甘やかせてくれる存在だったり、守ってくれるような力強い存在でもあるよってことも同時に教えてきてくれてるので、このパワーの使い具合っていうかね、調整具合っていうのはどうなんだろうっていうふうに、感じるところもあるかな。あなた自身がお相手にどのように接しているのか、例えば怒っちゃうとわーって言っちゃうようなタイプなのかもしれないしね。そのあたりの力の使い具合っていうところをこれからどうしていくのかっていうのがポイントになってくるかもしれません。この方とうまくお付き合いしていくためのポイントとして。そうですね。もう少しあなたの笑顔が見たいんじゃないかなと思うんです。もちろん自分の仕事や経済状況を安定させていきたいってこともそうですけど、あなたとお付き合いするんだったら、自分の環境ですよね。人間関係とか仕事環境だったり、そのあたりもきちんと整えていかなきゃなって、ちゃんとお約束できるものをあなたの前に出していかなきゃなっていうことを、お相手は感じている、障害として感じている、課題ですね、として感じているし、あと自分自身があなたのように強くいたいっていうのもあるので、同じパワーバランスでいたい。それでうまくね、バランス取りたいってこともあるので、今自分の欠点をカバーしようとしていたりとか、補おうとしているところがあるのでね、それは出てきています。それはあなたとお相手の課題とかっていうところで出てきていますね。では、ここのカップのナインについて、周囲の状況で、願望成就が入ってるんですね。では、その他の異性から見たお相手ってどんな風に見えているのかなっていうところをジプシーでもらっていきます。他の異性から見たお相手の姿。はい、1枚もらっていきます。小悪魔ちゃんみたいなツンデレとかね、あと本心見せてくれない人ってなんかスルってかわされちゃうような、そんなことも異性から感じられます。あとね、やっぱり異性関係で何かあったんじゃないかなっていうのもちょっとだけ伝わってきます。なんか時には他の異性に対してね、甘えてきたりとか、このお相手がかと思ったらフラッといなくなっちゃったりとか、あとその割と自由にしてるなっていう風なようにも見られてるし、だから小悪魔ちゃんっていう感じなんですよね。ツンデレしてみたりとか、気があるように見せかけてきて、実はそんな気ないよって言われちゃったりとか、翻弄されてるよっていうような感じで入ってくるので、他の異性から見たらこの人ね、誘惑してるように見せかけておいて、実は違うみたいな、何考えてるんだろうっていう風に、でも魅惑的な人だよねっていう風には見られていますね。カップの9の詳細についてタロットから出していこうと思います。はい、カップの9の詳細はペンタクル3番です。そうですね。この気になる異性っていうのはお相手の職場の中にいるとか、チームメイトの中にいるような感じもしますね。ただし、その
仕事として何か共同作業をしていたり、そう生活の中の一部として入っているので、ご家族とか親戚とかっていう可能性もあります。でもここは恋愛関係とかではなくて、あくまでも一つの物事を完成させるためのとか、あと仲良くお話しして、おしゃべりじゃないですよ。話し合いをして協議を重ねて、これから作り出していくものがあるんですっていうように出てくるんですね。周りの環境です。周りで今一致団結してやりたいことがあるとか、進めていきたいプロジェクトがあるのかもしれません。協力し合いながら叶えていきたいことあるよねっていう風に出てくるんですね。でもここに恋愛関係、感情っていうのはあまり入らないような気がするんですが、ジプシーからまたもらいましょうか。ここに恋愛感情は入ってきますか？周りの異性でこのお相手のことを好きとか、どうだろうな、何考えてるか分かんないけど魅惑的みたいなこと言われてるので、するってかわされちゃうっていう風にね、思ってるよっていうのが出てくるので、ではこのお相手の方で他の異性に対して魅惑的な態度をとってて、そのように思われてるってことで、実際に好きとかね、そういうお気持ちがある人っているんですか？何か同じことしようとしてるけど、それはどんなことなんでしょうか？そうですね。クジャクのカードっていうのは、自分をきれいに見せたいとかゴージャスに見せたいっていうカードなんですね。はい。なので、お相手は他の異性とか、そうですね、何かチームの中で物事を達成させるためにちょっと今気合い入れてるところで、あまり今自分が例えばね、あなたと喧嘩していたりとか、あとは実際あなたと二人きりになっている時って、ここの周囲の方々と見せる顔とまた違う顔をお相手見せてるんじゃないかなと思います。つまりは、あなたの前でいるお相手と他の方ね、パブリックな場所で見せてるお相手の顔が違うんじゃないかと思うんです。こっちは着飾っている顔なので、顔というかカードなので、みんなの前では言ってしまえば良い自分でいたいとか、ちょっとそうですね、いいところを見せたいとか、そうですね、あまり本心を言わない、弱いところを見せないっていうカードなんです。弱いところ、弱点、弱みを握らせないっていう、この2枚が揃うとね、弱みを握らせずに綺麗なところだけ見せてさらっとかわしていくような感じだから、もしこのお相手のことを好きだって思ってる人がいたとしても、この人は華麗にスルッとかわしていく。だけどごめんってガンって断ればいいんだけど、ガンって断らないんですよね。少しその気のあるようなふりをして見せたりとか、王子様お姫様のように立ち振る舞ってみたりとかして、やんわりとスルリとやっていくので、誤解を招いてしまうような感じもしますね。ただすごく賢い方っていうのが入ってくるので、いかに自分をうまく見せてよく見せていくのかとか、角が立たないようにやっていくのかっていうのが上手な方でもあります。なんか私がイメージするに、外でバリバリお仕事してきていてかっこいいっていう風に言われるんだけど、あなたと一緒にいるとあなたの方が強いみたいなね、もうあなたについていきますっていう、なんか尻に敷かれてるみたいな、そんなイメージで入ってくるんですよ。外ではすごくかっこよくて強い、キャラ強いみたいな感じで、今イメージするのが著名人の方で言ったらひろゆきさんみたいな形で、すごく有名でみんなからすごいねっていう風に、賛否両論ありますけど、もう有名な方でわーっていう風に騒がれているんですが、でも奥さんの前ではすごくデレデレしていたりとか、奥さんが強かったりとかね、彼女と言いますか奥さんと言いますか、サイ君というかね、そのひろゆき様の奥様がね、お強いんじゃないかって、そういう何かそのバランスでこのお相手はいいんだよねっていう風にデレッとしてるような感じで今入ってきますね。だけどそんなお相手ですが、あなたとの過去いろいろ揉めたこともあったんじゃないかなっていうのが出てきています。そしてこれからその異性の距離感ってことをもう一度改めて考えて、どの距離感でやっていこうかなっていうふうにこの方自身が考えているので、そのあたりもうまくやっていかれるんじゃないかなっていうのも出てきています。
そうですね、あなたに対する思いっていうところは、熊のカードですよね。かなり強力な強いお方、パワフル、強いっていうのはいろんな意味がありますよ。影響力のある方だし、そうですね、まさに自分にとっての女帝のような方っていうことで、ここですね。そうですね、はい、入ってきます。ただ可憐なだけではない強さがある、っていうふうに、そして女帝だから本命っていうふうに入ってきますね。他の異性の関係性の障害で女帝なので、これはあなたを指すのではないかと思いました。ではもし今お相手の異性関係について悩んでいるとか言い合いになったことがあるっていう方は、お相手これから盛り返してくるので、挽回してくるので、それを見てください。早いうちに変わっていくんじゃないかと思いました。切り替えるところを切り替えて、清算するべきところを清算してっていう形で見せてくると思います。こうなりましたっていうところで、あなたとお相手の問題点っていうところはこの安定感っていうところですね。あなたが欲しいものは安定したものとか約束されたものとか、そういうことを求めているんじゃないかと思うんですが、ここはお互い理解し合うお気持ちっていうのが大切になってきます。ではこちらのタロットカードからアドバイスをもらっていきましょう。あなたとお相手2人の間の問題、そして未来はどうなっていくのかなっていうところで4枚カードをもらっていきます。それをアドバイスカードとしてお受け取りください。まずこちらがあなた自身です。次がお相手です。はい、そしてこれが未来です。はい。失礼しました。こちらが問題で、次が未来です。こっちが未来ですね。吊るし人のカードが未来に入っています。忍耐は必要になってくるねっていうのがありますし、より良い方法を探していきましょうっていうのが未来へのアドバイスですね。そしてあなたの方はバンドのページが入っているので、あなたの元へ近々良いお知らせが届くでしょう。それによってあなたはまた勇気を取り戻すとか元気を取り戻して、新しくまた向かっていこう、始めていこうってテンションが上がっていくようなことが訪れます。よりアクティブに動いていけるでしょうっていうことで、まずはそのお相手の動きとかどうなったかっていうこの急展開とかね、そういうところ、他の異性とのバランスっていうところを見届けて、その結果を受け止めて、そこで自分がどう動けばいいのかなっていうところがちゃんと見えてくると思います。今は受け取るっていうのがあなたの中のテーマなのかなとも思いますね。決して腐らずにね、テンションは保っておいてくださいっていうのも出てきています。これね、でもお相手とあなたって揃ってるので、やっぱり交際されてる方で1番をお選びいただいた方が多いのかなと思いました。はい、あなたとお相手は共通しています。共有しています。似た者同士っていうのが入ってきていて、お互いにとって今一番ね課題になってるのがその安定感っていうところですね。何かお互いがお互いのことを支え合っていくというか、ちゃんと地に足つけて約束していきたい、生活していきたいっていうところで、さらっと交わされたりとかそういうこともなくねしていきたいっていうところがあります。問題としてはカップ4番があるので、もうこんな日は嫌なんだっていう風に出てきてるのが問題ですね。それはあなたにも言えるかもしれないし、お相手にも入ってるかもしれないんですけど、2人の喧嘩するばかりの日々はもう抜け出したいんだとか、あとこんなねよくわかんないお相手が何考えてるかわからないのはもう嫌だなっていう風に思っていたりとか、今の現状を満足していないよねっていうところで、でもそれはもしかしたら見落としがあるかもしれないし、
お互いねあるかもしれないし、お相手にとっても誤解させるようなことをするからそうなるんだけど、でもそのことをまだお相手は実感していないというか理解していないかもしれないんですよね。いくらあなたにこう言われたとしても、お相手の方もきっちりとここ判断してこれからやっていきたいって思ってるので、これね、考えてることってこれあなたなんですよね。はい。うん。またはお相手のことですね。ここは2人揃ってるので、自分たちのこと、お相手の本命ってやっぱりあなたなんだと思います。うん、そして自分よりも強い方、上の方っていう風に考えてるので、怒らせてしまったらこれは大変だぞっていう風には考えています。ね、でもね、誠実に対応していくことっていうのがお相手の課題なんですけど、じゃあどうすればこの人って誠実になっていくのって言ったら、でもね、ちゃんと結果として残すので、なんやかんやあったり言われたりとか交わされたりしても、今この人チャリオット出しているし、これから変えていくとか、きっちりと線引きするとかね、周りと線引きするとかっていうのをちゃんと対応していくので、まずそれをしっかりと見て見極めてくださいっていうのが入ってきています。気持ちとしてはあなたっていうところに傾いてると思うので、そうですね。そして未来やっぱり、より良い道を探していくために少し忍耐は必要になってくるっていうのがあるから、イライラしたり不安になったりする時ってぶつかりやすいんじゃないかな、お互いっていうのがあるので、あなたの方でね少しそこを落ち着かせていくと良いのではないかと思いました。少し時間がかかるかもしれないけど、でも寄り添っていくお気持ちだったりとか、どうすればうまく付き合っていけるかなって、自分ばかりが忍耐するだけじゃなくてね、でもお相手もちゃんとしっかり線を引くって、これから周りの異性とねお付き合いしていくにあたって自分でこうセーブかけてるようなところが出てきていたので、なんで新しい対人関係の距離感とかね、そこを今やってるんだと思います。ここで28番2枚目出てきましたね。なるほど、お相手ね。そう、これ28番29番2枚ともあるんですよね。で、一番最初のリーディングの時にお伝えしたんですけど、あなたにもいるんじゃないのっていう風にお相手からちらっと出てきたんですけど、そのことで思い当たることがある方は、ここはこのお相手と同一人物じゃなくて、あなたにもいるんじゃないのっていうふうにお相手が言いたい人のことを言ってるかもしれないですね。いや、私ね、そういうの全くないんですって、お相手一本で自分にパートナーもいないし恋人もいないし全く何もありませんっていう方は、お相手と同一人物として捉えてください。そうですね、お相手と男性で今クリアになるんじゃないかなと思います。異性関係、お相手の異性関係だったり、またはあなたにもいるんじゃないのってことでドキッとした方は、あなた自身もね、人間関係において整理するべきところは整理していく必要があるんじゃないかっていうアドバイスです。はい、いずれにしても浄化っていう風に入ってくるので、お互いの浄化作業ね、人間関係をクリアにしていくこととか、あとお相手に対して私潔白ですっていうようなことをちゃんと言えるような、証明できるような作業を行っていくことっていうのも必要になってくるでしょう。そしてガーデンのカードがアドバイスに入っています。これちょっとね、迷路にさまよっているようなお庭のカードですよね。でゴールに2人がたどり着いて、2人がこうやってね対面するまでちょっと時間かかるかもしれないんだけど、でもね、お庭のカードなので、単純にデートだけではなくて人脈とか人間関係、交友関係っていうのも表しているので、そうなんですよね。このお相手ってもしかしてこの異性関係、お仕事で異性と絡むことが多いとか、あと対人関係のお仕事されてるとかね、それであなたが心配になりやすいっていう
こともあるかもしれないですね。どうしても避けて通れないかもしれない。この人が自分の仕事をより豊かにしていくためには、誰かが関わってくることは必須になってくるので、そのあたりはちょっとね、道のり長いかなっていうふうに捉えることができるかもしれませんね。そこはあるかもしれない。だけど、そのお相手とこれからよりよく育んでいくために重ねていくことっていうのがアドバイスとして入っています。浄化の他にお相手との仲を育んでいくことに集中してください。会おうよ、遊ぼうよ、デートしようよっていうふうに単純にお誘いすることでもいいでしょう。少し時間がかかるかもしれないんですが、2人がこうやってデート重ねていくことによって溶けていく気持ち、誤解、過去の痛みとかそういうところもあると思います。これからより一層仲を育んでいくことができるので、さまようお気持ちに時々なったとしても、お相手ときちんと会って、そしてお話を重ねていくことっていうのが大切になってくるんじゃないかなと思います。時々交わされちゃうようなこともあると思うんですね。この方のもともと持っている特性として、さらっと交わしていくような立ち回りがうまいようなところがあるから、だからこそ心配っていうところもあると思うんですけど、でも今現在は他の異性に対して関係性をちゃんと線引きしようとしているとかね、そういうのもちゃんと出てきていますから、あとはこれからの動きってところを見て、そこで決めてみてっていう風に。でもテンション上がるような嬉しいお知らせが届くんじゃないかなっていうところがあったのでね。はい。ではお選びいただいたオラクルカードからのメッセージをもらっていきます。これは決断を表しています。あなたにとって一つ何かしらの決断が必要になってくるかもしれません。それは今までのリーディングの中のどこかに入ってきます。お相手の動きを見て決めるのか、それとも今ドキッとするようなところでね、あなたにもいるんじゃないのみたいなところでドキッとした方は、そこに対して自分自身もクリアにしていくのかどうかっていうのを決めていくとか、いろいろ関係性によってあると思うんですね。何かしらあなたの中で今浄化のために決めていくことが出てくるでしょう。浄化ね、お相手とあなたの2人の問題かもしれないし、あなたの問題かもしれないし、っていうところで決断っていうカードが出てきていました。何かを決めるっていうことで判断材料に欠けるってところが今あるかもしれないので、もっとじっくりよく見て、そしてお相手がどんな風に動いてくるのか、全く動かないっていうわけじゃなくて、今大きく動いてることがあるので、なので本当に動いて、じゃあ何を見せてくれるのかってことをじっくり見てから決めるってことでもいいと思います。はい、このね、立ち回っていくような方なんですけど、ここで勇ましく前に進んでいくカードが出てきているので、今確実に動いていることがあると思います。こちらも参考にしてください。今回はお相手他に好きな人いるのっていうことで見ていったんですが、このお相手ね、誤解させるようなことをしていたりとか、その気がなくても相手に誤解されてしまったりとか、少し小悪魔ちゃん的なところのカードが出てきていたので、周りの異性からはね、誤解を与えるようなことをする人だなとか、本心はわからないな、私のこと好きだって思わせぶりなことしておいて、そうじゃないのね、本命がいるのねっていうふうに思われています。ただしこの方は今ちゃんとした人間関係というところを考えているところではあるので、これからどうなっていくのかっていうのをじっくりと見てください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、お相手は私以外に好きな人はいるの？というのをテーマに見ていきます。ではよろしくお願いします。で、今回内容によっては厳しめの結果が出る可能性もありますので、あらかじめお伝えしておきます。まずは今回はお相手に、実は私以外にも気になる人いるんでしょってズバリ聞いた時に、お相手はどんなことを答えるのか、どんな返事をするのか、どんな反応をするのかっていうのをジプシーカードで見ていきましょう。私以外にも好きな人いるよね。
言われた時のお相手の、反応としてはギフトだけだと分かりづらいですね。贈り物のカードです。宝物が自分の心の中にあるよっていうことなんですけど、それは一体何を指してるのっていうことで、もう一枚もらっていきましょう。はぐらかされるかもしれないですね。ギフトって何なのか見せてくれない、教えてくれないような感じ。本心あまり言わないとか、あとその本心っていうのはその他にいるんでしょみたいなことを言われた時に、本当に大切なものってこのお相手の中にあるんですけど、それをちゃんと言葉にして教えてくれないとか、何が一番大事なのとかっていうふうに聞いても、あるんですよ。あるんだけど簡単には見せてくれないような、かわされるような、そんな風にも見えますね。もう少し見ていきます。ルノルマンカードからも同じく見ていきましょう。ルノルマンカード、ガーデンのカードです。交友関係の広い方ですね。人脈のある方っていうのも入ってきます。そうだからこそ心配っていうのもありますよね。ここに寄せていきましょう。そうだな、人を育むようなお仕事に携わっていたり、あとはそうですね、人が関わるような、たくさん集まってくるようなね、接客業だったりとか、レジャー関係のお仕事とかに疲れているのかもしれない。日常的にこの人の中に人の出入りっていうのがあるので、余計不安になっちゃうかもしれませんね。異性の人で気になる人いるんじゃないかっていうふうに思っちゃうかもしれないですね。でもこの人の大切にしていることとか本心とかあまり言わないのかなと思いますね。では、今そのお相手好きな人他にいるのっていうことで、あなたとお付き合いしているっていう方もいれば、まだね交際していなくて片思いなんですっていう方もいると思うんですね。様々な方が見てると思うんですが、ここは今お相手があなたに対してどういうことを思っているのかっていうところをもらっていきます。はい、ここ大きく変わっていきますね、このお二人。すごく良いと思います。はい。ただその一点だけ障害のところに、ワンドのクイーンが入ってるんですね。つまりは、可能性の一つとしてお相手にパートナーがいる可能性があるかもしれない。もう一つは、あなたが思っている通りこのお相手に他に好きな人がいるんじゃないのっていうあなたの不安が現れている可能性があります。これからこのお相手が他の異性とどんな交友関係を広げているというか、他に好きな人がいるのかっていうところをズバリ見ていくので、それも照らし合わせながら見ていくんですが、今でもそのね、あなたとの関係性を見ていくとすごく良いんですよ。良いので、なんでしょうね、今例えばこのお相手にパートナーがいるとしたら、お別れしてそのあなたと一緒に行く道を選んでいくんじゃないかなっていうふうにはっきりと出てきています。より自分たちらしくいられるためにとか、あなたとお相手また新しく始めていくんだって、新しくというか2人だけの道をこれから切り開いていくんだっていう風にね、最後ここフールのカードが入っています。だから自分たち自身を信じてって、これから先見えない、先のことはわからない、誰にもわからないけどお互い信じる気持ちでこれから一緒に歩んでいくんだっていうようなお気持ちになっていく、太陽、スター、フールっていう風に出てきていて、あなたと出会えたことがこのお相手にとってものすごく喜びであり、なんかね、すごくね嬉しかったことだし、今現在もあなたと一緒にいることがまるでね夢みたいっていう風に思ってるような、でもこれ現実だよねって、だからしっかりやっていかなきゃなっていうようなお気持ちも出てきてると思うんですね。
この方にとっての人生の転換期とも言えるようなポジションにあなたがいらっしゃると思うんですね。あなたを思ってこれから動いていきますよとか、そういうことも出てるし、大きなカードがたくさん出てるので、今まさにこの方にとっての切り替わりの時とか、ここChange Your Life、人生が大きく変わりますよってことがここ出てるんですね。あなたとお相手の人生が大きく変わり出す、新しいスタートだっていう風に出てきています。そうですね。どうでしょうか。そうですね。あなたの中でどういうことをしていきたいのか、ルノルマンで少しもらっていきましょう。お相手から見たらあなたすごく大きな存在として入っているし、2人の関係性についてもちゃんと考えているというか、大きなエネルギーを受け取ったり、感じているところがあると思うので、手放したくないと思うんですね、あなたのことを。本のカードですね。ブックのカードはね、一部では秘密の恋愛ってことも表しているんですけど、今それに当てはまらない人は、あなた自身が今学んでいる最中なんじゃないかなっていうのが出てきています。より自分の魂を磨くとか、そうですね、自分磨きをしている資格を取る、より人生を豊かにするためにどうしたらいいのかなってことを今あなた自身が考えたり、学んだり、作り出そうとしていたりしてるんじゃないかなっていうのがあります。自分の中にっていうところで、そうですね。お相手と一緒になる方法を探していたりとかするのかなというふうにも思います。お相手も積極的に動いているのでね。で、この障害のところのバンドのクイーンは少し気になるので、他の異性との関係を見ていった後に深掘りしていきましょう。では、こちらのカードから他の異性とのこのお相手の、実際どうなのっていうところをもらっていきます。見ていきましょう。このお相手に恋している方いるみたいですね。ごめんなさい。ここはっきりとお伝えしていきますね。お相手に好意のある方がいるので、この後ね、複雑に絡み合っていく可能性があります。もし見たくないなっていう方はここで、閉じてしまっても構いません。続けてお話ししていきます。少しこのお相手もなんて言うんでしょうね。好意を向けられていて、悪い気はしていないんじゃないかなっていうのが出てきています。そうですね。だけど、この周りの異性、ね、他の異性とお相手のこの関係性を見ていくと、障害のところにカップの点が出てきているので、じゃあこのカップの点って何なのって言ったら、いわゆるね、つながりとか喜び合いとか、家族、赤ちゃんのカードも出てるので、家族のようにね捉えていただいてもいいと思います。家族愛だったりとかっていうところが障害として入っているので、やはりこのお相手にパートナーがいる可能性があるんじゃないかな。この他の異性の目線からしてみたら、このお相手にはもう決まった方がいてみたいなね、それは家族のような存在かもしれないっていうところで、ここね入ってきています。だけどこのお相手のこと好きなんだっていう風に思ってる方が最近出始めたんじゃないかなと思うんですね。そうだからこのお相手もその行為に最近気がついたとか、これから先受け取るかもしれないよっていうのが入ってくるんですね。じゃあこの他の異性との関係性どうなっていくのかっていうのは、これから先大きく変わってくるかもしれないです。でもあなたの方に、あなたとねお相手の方にチェンジ・ユア・ライフが入ってるので、大きなことっていう風に大きな変化っていうのが入ってくるので、何かしら、あるとは思うんですよ。でもそれがあるから2人の絆が崩れちゃうとか壊れちゃうとかじゃなくて、それがあったからより強固なものになれたとか、より強くなれたとか、
より豊かになるための出来事だったんですよっていうところで、このカードの意味としてはね、そのように入ってるんですね。問題はこのお相手がこの他の方の行為を受け取った時に、じゃあどうすんのみたいなところでちょっと考えたいかなと思います。で、このお相手自身がね、他に好きな人がいるのっていうふうに問われた場合は多分いないんじゃないかなと思うんですね。でも自分が他にね好きだって言ってくれる子がいたら、ちょっとマンタラでもないような感じがするので、そのあたりね少しはっきりさせたいですよね。どうかなってところで、ちょっと気になるところに補足をください。はい、ではタロットからもらっていこうと思います。こちらのタロットから、ね、今私が気になるところについて1枚もらっていきます。過去はね、全く他の異性のこと興味ないんだっていう風に入ってきていたので、過去何かがあったとかそういうことはないでしょう。今のところとしてワンドの5番、やはりそのライバルっていうところがあるのかなと思いました。そうですね。ジャッジメント、ワンドの2番、満足しきれない。今のそのお相手と他の異性ね、他の異性からしてみたら、お相手と今の関係性だけだと満足できないから、もっと仲良くなりたいとか、ライバルの存在っていうのを分かってるんだけど、でも他の異性は自分が一番になりたいから、今ちょっとアタック中っていう風に感じますね。そうですね、湧き上がってくる気持ちを抑えきれずにお相手にアプローチしてるんじゃないかな、積極的にっていうのがあります。何回か振られたことがあるかもしれません。お断りされたとかね、デートにお誘いしたんだけどごめんなさいってお相手の方に軽く言われて、でもそれでも諦めませんよっていう感じで何回かチャレンジしてるような感じがします。もしくは進展させたいから良いお知らせ、イエスって言ってもらえるように頑張ってますっていう感じでアタック中っていうのが入ってきますね。今以上の関係性に発展させたいっていうところで入ってきます。そうですね。じゃあお相手のところから見ていきましょう。お相手の目線的にまず気になるのがやっぱりここも出てきたここですよね。あなたのところでもワンドのクイーン、そしてここでもカップの10が入ってきたので、お相手にもうすでにご家族のような存在がいるのではないかという可能性はあります。そして他の異性ね、この好意を寄せている異性は確実にいると思います。この異性とこのお相手どうなっていくのかっていうところもちょっと見ていきたいんですけど、もしやなんですが、このあなたにとっての障害のところのこのカードと、このお相手を今好きだって言ってる人って、このお相手の別れたパートナーだったりするのかもしれないです。なんかお相手の元パートナーとか、現パートナーかもしれないけど別居中とかね、離れて暮らしてるとか、でも向こうの方はまたお相手と一緒に住みたいとかで持ちかけているような、そんな感じもします。ただしこの元パートナーだとしましょう。元パートナーから見てみたら、このお相手にはね、もうすでに新しいパートナーがいるんじゃないかっていう風に見えてるっていう風に出てきていますね。そうなんじゃないかなと思います。ワンドのキング、ワンドのクイーン、そうですね、もう少し見ていきたいですね。ただそのね、あなたに対する思いってところですごく強いカードが入ってきているので、これから起こることによってじゃあどうなっていくのかってところを見た方がいいのかなと思いました。あなたとお相手の未来なんですけど、Change Your Life、より良くなっていくための大きな出来事、変化っていうのが起こるんだ。それはどんな形で起こりますかっていうことで1枚カードを足していきます。どんな変化でしょうか。
そうですね、ペンタクルナイトなので、やはりお相手はね、進んでいくことっていうのは変わりはないんだなと思います。とても嬉しいことになるんじゃないかと思います。あなたにとってね、お相手が動いてきてくれることって、迎えに来てくれるような感じですね。この大きな変化が訪れることによって、でもそれでもね、お相手があなたに向かってくることって変わらないので、それは出てきています。ようやく落ち着いたねとか、待たせたねとか、そういうことが入ってきますね。はい。そうですね。確実にこのお相手を好きな人っていうのはいて、今頑張ってアタック中です。で、何回か過去に諦めそうになったとか、破綻したことがあるとかね、元恋人とか、そのような可能性は高いですね。はい。じゃなかったとしても、何度かアタックしている方だと思います。また今再び愛の火が燃えたとかね、そんな感じになってきますが、お相手はどんな風に対処していくのかなって、最初はそのまんざらでもないのかなって、悪い気しないのかなっていう風に思っていたんですけど、どうかなと思いました。きちんとここは誠実にこのアタックしてくる人と向き合って対処していかないと、あなたとの関係の方もうまくいかないってこの方分かってるので、このあたりはね、あなたとお相手にとっては大きな出来事っていうのが入ってくるので、一部はね、ショックだなとかびっくりだなとか、どうしようって思うこともあるかもしれないけど、これは自分たちの生活のために変わっていくことなんだよっていう風に受け止めてねっていう風に入ってるんですよね。決してそれは悪い風にはならないって、一時的にはどうしようって思うことになるかもしれないんだけど、でも違う違うって、それは自分たちをより高いレベルへ上げていくための変化なので、じゃあどうやって受け止めていくとか、どうやって対処していくっていうことで、この2番をお選びいただいた方は、はっきりとお相手に好意のある方もいるし、お相手じゃあどういうふうに対応してくれるのかなってことで見ていきましょう。それでは、このお相手がその好きな異性ね、アタックしてくる異性に対してどんな反応、返事、現に受けてるんですよ。お気持ちを受け取ってるとか、アプローチ受けてるっていう自覚はあるんですよね。じゃあどうするっていうところでもらっていきましょう。はい。うーんなんでしょうね、健康状態とか、なんか寝込んでるっていうカードなんですよ。そしてこっちの方が信頼を表すカード、信頼と、病とかね、あと寝込むとか、そういうことを表すカード、あんまりこう調子良くないのかなっていう風に出てきているので、このお相手にとってこのアタックしてくる他の異性って、例えばビジネスパートナーだったり、仕事上のかけがえのない存在の方、逆らえない上司の方とかっていうよりは仲間とか、そういう感じもするし、あとやっぱりね、昔からゆかりのある方、お友達、長い間お友達関係だったとか、それなりに深い仲だったとか、あと前の恋人だったりとか、一度信頼した方なのかもしれませんね。なんだけど、信頼してるから受け取るもの受け取るんだけど、じゃあどうするのって言ったら、プラス病のカードが出てくるので、ちょっと負担かなっていう感じなんですね。明らかに嬉しくはないっていうところで、でも信頼を置いてるので断りづらいとか、そういう感じでしょうか。体調不良っていうカードなんですよね、これ。ゆくゆく起き上がれないとか、喋れなくなるとか、何も言えないとかね、そういう感じなんですね。どんな風に対応するのって言ったら、横になってる、何もしないっていう風に見られるかもしれないけど、明らかに受け入れないっていうか、受け付けないっていうかね、侵されていることに対して弱っていってるので、
いや参ったな、弱っちゃうなみたいなことで悩むかもしれないですね。はっきりとノーっていうふうに言えないような間柄なのかもしれません。この他の異性に対してどうしていくんだろう。ではここの他の異性とお相手の結末に対して補足をください。蛇のカードですね。怒りのカード。仕事関係の方っていう感じでも入ってくるんですけど、もしくはやっぱり信頼なので、信頼関係を崩せないような方なのかなと思います。ずっと長くからいる取り巻きの方とか、お付き合いの長い方か、もしくは何回か断っていてお相手が弱っていっても、それでもこの方はずっとお相手に絡みついていくっていうような感じでも入ってくるし、お相手のパートナー、元パートナーなんじゃないかな。もしくは今現在もパートナーとしていらっしゃるかもしれないけど、パートナーなんじゃないかなと思いますね。はい、断れないんじゃないかなっていうのがあります。ここまで弱っていっても、それでもなお、諦めないよっていう感じで絡んでくるっていうことは、断りづらい間柄なのかね、もしくはこのアタックというかね、やり直したいっていうことかもしれないし、今以上に進めていきたいっていう関係性。たとえあなたに新しいパートナーが現れたとしても、この他の異性としては諦められないっていうところで断れないっていう感じがちょっとだけしますね。でもそのまま行くと体調を崩したりとか、かなりこのお相手にとっては苦しいような感じがしますね。苦しくないっていう風になっちゃうので、この方の大事なものっていうのは今は見えていないかもしれないけど、ここもねもらっていきましょう。ここ後でもらっていくので、どうするっていうところでちょっとね緊張の糸がパンって取れちゃうと、この方暴走するかもしれないですね。ここもういい加減にしてくれよっていう風にいきなり言ったりとか、メンタル崩しちゃったりとか、あんまりにもこのアタックがアプローチが強いと、今まだ受け取っていて誠実にさあどうやって向かおうかなっていう風にちゃんと対応していかなきゃっていうような意識は向いてるんだけど、あんまりにもこの人が行き過ぎるとパーンっていっちゃうかもしれないですね。では最後に、あなたとお相手2人だけのことについてアドバイスをもらっていきましょう。あなたを話したくないんだと思います。お相手はたとえ離れていてもとか、たとえ何かがあったとしても、こちらがあなたです。はい、でこちらがお相手です。ペンタクル4番と、お相手の方がペンタクル5番、そしてこれが問題点です。14番節制のカードですね。そして未来を表すカードです。力のカード。そうですね。やはりお互い絆強いんじゃないんですか。大アルカナばかり出てきています。はい。このお二人のね、ことをリーディングしていくと、かなり大アルカナで出てくるので、これ人によって変わってくるかもしれません。お相手は一貫してかなり状況厳しいってことを伝えているので、
先ほども出ていたこの病のカードね、寝込んでるよっていうカードもあるので、このまま他の異性との関係というかアタックを受け続けていくとかなりしんどいんじゃないかなってことで、ここも状況厳しいよっていうカード、助けを求めていますね。助けてっていう風に出てきていて、あなたの方は、ペンタクル4番で、あなたが今、循環が必要な時なんじゃないかなっていうのも出てきています。いかに持っているものをお相手が助けてって言ってて、あなたが持ってるんですよ。お相手の方にあなたが分けていくことができるんですよね。逆にそうした方がいいんじゃないかっていうような、お互いの連携も取れてるし、支えていく側、助けてって今言ってます。あなたの持っているものをお相手に分け与えていく。それはお金とかじゃなくて、支えていくとかサポートしていくとか、そのようなお気持ちなのかもしれません。今そうすることでより2人の絆が強まっていくとか、2人で乗り越えていくんじゃないかな、協力し合うっていうのが入ってきます。大きな変化に向けて、または大きな新しい始まりに向けて、2人が一緒に寄り添っていくこと、時には自分自身を癒したりとか、自分の中の不安とか弱いところっていうのも自分自身で癒していく必要はあるんですけど、でも2人で今同じところにいるんじゃないかなっていうところもある。同じところを目標にしてるんじゃないかなっていうのもあるので、他の異性のことで気になる、どうしようって思ったとしても、多分この人今いっぱいいっぱいなんじゃないかな、苦しいっていう風に出てきていて、助けてってちょっと対人関係で揉めてるんだよねっていうようなところを言わないんじゃないかな、言ってないんじゃないかなとも思います。うまくこなしてるように見えるんじゃないかな、あなたにとっては。実はそこまで深刻な問題だったのってことをまだ知らないような感じもしますね。あとは問題点と課題点ですね。課題点のところに、自分自身をコントロールすることもそうだし、自分自身に優しくすることっていうのも必要です。もちろんそれができてからこそお相手に優しく接していけるとか、周りにも配慮していけるってところにつながってくるので、自分の中でお相手に分けていけるもの、分けていってあげましょう。そして自分一人じゃないっていうふうに常に思っておいてください。自分のバランスが崩れてるからだとかそうじゃなくて、多分お相手も今調子悪いと思うので、2人で整えていくようなお気持ちでいると一番いいのかなと思います。そうね、その問題解決するまで寄り添ってあげられると一番いいのかなっていうのもあります。未来としてはここの力のカード入ってるから、2人が寄り添っていく、その辛いこととか苦だって思うことも2人で乗り越えていく力を身につけていくでしょうっていう風になるのかなと思います。だから苦も楽も共にするような、そんな流れになっていくと思うので、こう出てきました。お相手のギフトっていうところはあなたも知らないところにあると思う。それは多分今だと思いますね。今とか過去とかあなたと出会ったことだと思います。太陽とスターのカードが入ってるので、このあたりお相手にとっての財産につながってるんじゃないかなと思いました。でもちょっとそのややこしいですね。人間関係っていうところで、もしこの方にご家族やパートナーがいなくて問題特にない、抱えていないのであれば、単純にこの人にアタックしてくる人がいるっていうことで捉えていただいていいと思います。断りづらい間柄の方です。ただこのお相手を信じてね、2人で乗り越えていくんだっていうお気持ちで、交際されている方であればお相手と意思疎通がし合えると思うので、話し合ったりとか協力し合ったりしながら一緒にやっていこうっていう風に声かけしていくこと。まだお付き合いしていないよっていう方は、もうただねお相手の話を聞くとか受け止めるとか待つってことになるかもしれないんですけど、今は距離感っていうところに対して意識を向けていくといいのかもしれません。ではお待たせしました。長くなってしまいました。お選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。こちらはつながりを受け入れるっていうカードです。お相手とのご縁やつながりっていうのを、そして今現在どのように流れているのかっていうことも受け入れてください。
つながりはお相手とあなただけではなくて、あなたと他の方とのつながり、お相手と他の方とのつながり、お相手が寝込むほど苦しいことが今あるかもしれないので、そこも受け入れてあげてくださいねっていうカードでした。苦しいことも嬉しいことも受け入れる、っていうカードです。はい、今回はお相手に他に好きな人はいるのっていうことでもう直に聞いていきました。そして2番の方、複雑に絡み合っていて、中には厳しい結果となったと思いますが、この中からお受け取りいただけるところだけお受け取りいただいて、今後の参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、あの人に他に好きな人はいるの？ということで、ストレートに聞いていこうと思います。よろしくお願いします。今回は交際している方も片思いの方も共通で見ていこうと思います。まずはもうストレートにお相手に、私以外に好きな人いますかっていうことで、お相手がどんなことを答えてくれるのか、どんな反応を見せるのかっていうところでジプシーカードからもらっていきます。このお相手、問われた場合どんな風に受け答えするのか。はい、こちらのカードです。コミュニケーション、話し合いっていうことで、そうですね、相談する、話し合うとか、ちゃんと話して決めようとか、そんな感じでも入ってきます。そうですね、そのあたりでしょうか。話し合いっていうのが入ってきます。ちゃんと話し合おうかとか、それについて意見交わし合おうかっていう風に、なりますね。ルノルマンカードからももらっていきましょう。もしあなたの方から他にもいるんでしょって言われた時に、ちょっとそのことについて話そうかってなるっていう風に出てきましたね。あとはルノルマンからもう1枚、怒りのカードで、お仕事もしくは信頼関係に関わることなのでちゃんと、話し合いましょうとか、そうですね、あなたとの信頼関係かもしれないしね、このお相手の、職場の方とか仕事関係の方の可能性もあるので、ちゃんと話をしてお互いの誤解を解きましょうとか、ちゃんと向き合ってくれると思います。ではこれをちょっと一度こちらに寄せておいて、あとね、実際にお相手があなたに対するお気持ちとしてもらっていきます。ではお相手のあなたに対するお気持ち見ていきましょう。ここまでたどり着くまでにとても苦労しました。だけどもあなたと今、気持ちを通い合わせたこととか、今の、仲になったこと、まだね片思いだとしてもある程度あなたと、お付き合いがあるというか、だと思うんですね。全く連絡先知らないとかそういうことじゃなくて、お話しし合えるような仲だと思うんですね。そして今の関係性を築くまでにだいぶ苦労したんだっていうのが入ってきます。過去お相手かなり苦しかったとかそういうことが入ってきますね。でも今現在やっと掴んだチャンスなんだとか、やっとあなたと、明るく笑い合える日がやってきたとか、そのように入ってきます。これお相手があなたにずっと寄り添ってくれていたんじゃないかなっていうふうにも読み取ることができます。
または逆かもしれません。あなたが寄り添ってくれたから今があるんだとかね、そのような感じも受け取られます。過去辛かったんだっていうのが入ってくるんですね。答えが見えない日々模索していて、どうしようって辛い苦しいとかそういうことを思っていたんだけれども、あっという間に時間過ぎちゃって、一体自分は何をしてるんだろうとか、そういうことがあった。抱えてるものがすごくたくさんあったんだけど、それを救ってくれたのがあなただったんだっていうふうにお相手が言ってきてくれてるのか、または逆ね、あなたがすごく辛い思いをしている時に自分が助けに入りたいと思って入ったんだって、寄り添っていきたいってこれからも思ってるしって、どちらかですね、あなたかお相手どちらかが苦しい時に2人は出会い、そして今の関係性にまで発展したんだって、今とても豊かで嬉しくてって、助けられていることもそうだし、お互いが助け合ってることについてとても感謝してるし、それがすごく自分たちの豊かさや喜びにつながってるってこともここで出てきてるので、あなたにすごく感謝の気持ちを持っていますっていうのもあります。ですがこの先月のカードが出てくるので、不安からの解消だったり、問題をちゃんと見て直視して乗り越えていくべきことに対しては乗り越えていく必要があるねっていうふうにちゃんと受け止めていくことっていうのが流れとして入ってきています。じゃあその問題って何ですかって言ったら、この世界のカードなんですね。ハッピーエンドですよっていうふうに出てるんです。ですが、あなたの方で、ソードの2番なので、どうでしょう、お相手とより良い道を模索していたりとか、ご自身の中でセーブかけていることが出ているのかもしれません。なので今で言ったら、実はね他に好きな人いるんじゃないのっていうことが気がかりになっていて、うまくものが言えないとか判断しづらいとか、そういう不安っていうところもあるかも。それを今抑えてる。本当はどうなのって言いたいんだけど、その本音を抑えてるっていうような感じであなたのところに出てきています。でもね、お相手はあなたに寄り添っていくんだよってことをここで出てきているし、問題直面していきましょう。何ですかって、ワールドですよっていうのがあるから、一つは全てを明るみに出さなくてもいいんじゃないかとか、もしくはその逆で全てを明るみに出すから安心してっていう風になるのかっていうことで、でもね、そこまですごく悪くなるとか不安とかそういうことにはならないよ。だってあなたはエンプレス、愛されるべき存在としてお相手の中にいるからねって、お相手から見たあなたへのお気持ちなので、ここね、最終的にあなたは女帝、愛されるべき存在。お相手にとっては女神ですよね。まさしく愛の象徴としてここにあなたがいるんですってことで、はい。だから完成ですよっていうふうにお相手はね、言いたいんだよってことを言ってるんですけど、どうだろうか、不安かいって。どうでしょうって。だから不安なことあるんだったらちゃんと話すから言ってっていうことですよね。不安なことにちゃんと直視して向き合っていこうっていうカードですね。ムーンのカードのお相手ストーンと出てきてくれているので、どうなんだろうかって、じゃあ実際に他にいるんじゃないのって、気になる人いるんじゃないのっていうところで、お相手目線でね、他に好きな人いますかってことで見ていきましょう。あなたも本音でぶつかり合いたいことがあるんじゃないかなと思います。お相手に今の思ってること、言いたい伝えたいってことがある。でも現状としてお相手、いいなって満足してるっていう風に出てきているから、今の関係性良好だっていう風に思ってる可能性がありますね。はい、こちらでもらっていきましょう。そうですね。異性のお友達とかと遊んでいったりとかしたのかなっていうのが過去に出てきているので、あなたの方でもどうなのっていうふうに思う時があったんじゃないかなと思います。複数の異性または同性ね、人付き合いとか
そうですね、集まりとかそういうのがあって遊び歩いてるような、そんないい感じですね。それはたくさんの人とから呼ばれてお呼ばれされて遊びに出歩いていた、遊びだけじゃなくてお付き合いってことで、人付き合い、会社の付き合いかもしれないし、あちこちこう飲み歩いていたりとかしていたので、心配だなっていう風に出てきていたような格好なんですけど、現在は割とこうカチッとしていて、自分の意思を貫きますよっていう風に出てきているので、それはお相手の中では決めたことがあるんだっていう風に出てきていますね。周りの異性のところを見ていてもペンタクル3番なので、共同作業で仕事をしていきましょうとかお勉強するカードなんですね。だからその周りの異性っていうのは職場内にいたり、趣味とかサークルの中にいる可能性があるんですけど、じゃあ恋心があるんですかっていうふうに聞かれると、友達として楽しくて一緒にいると盛り上がるんだけど、ときめきっていうところはないんじゃないかなっていうのは感じますね。もしくはこの他の異性の隠れた恋心っていうところでまだ抑えてる、出していないってところがあります。ただただ一緒にいると楽しいっていうところで仕事仲間なんじゃないかな、もしくはプライベートのお友達関係っていうところで、異性とはねある程度仲良くしてるよねってところがあります。でも興味がないんですよね。恋愛感情がないよっていう風に出てるので、お相手の方ではね、一緒にいて楽しいとかってあるかもしれないけど、じゃあ異性として関係育んでいくんですかっていう風になると、いやちょっとそれは物足りないんだよねっていう感じで入ってくるので、お相手にはその気がないんだと思います。もしね他の人から好きだって言われたとしてもね、その気がないし、あとはこれまで通り自分は人付き合いとしてとか仕事の付き合いでとかお友達との集まりには参加するよってことは変わらないかもしれないですね。自分はこのスタイルで生きますっていうこと、恋愛と友達ってきっちりと線分けしていると思うので、それをじゃあどこで見極めるのとか、どうすれば私安心するのっていうところもあると思うんですけど、そうですね。だからこそ聞かれたらちゃんと話すから、ちゃんとお互いの信頼関係に関わることなので話し合いましょうってことが言われてるのかもしれない。でもじゃあ他の人と連絡取らないでよとか遊ばないでよとか言っても、多分この人は納得しないと思う。自分には自分の付き合いがあるからっていうことでそれを通すんじゃないかなと思いますね。だからといってあなたのことを嫌いになるとかそういうことはないので、そうですね、そこは出てきています。ちょっと頑固な方かなっていうのは入ってくるんですけど、自分の意思を貫くってね、でもね、やっぱりこの人はこの人の生き方というか生活っていうのもあるので、仕事仲間と飲みに行く日もあればお友達との付き合いお誘いに参加する時もあるので、そのあたりのねバランスっていうところもそうですよね。恋愛感情は全く持っていない、だけど人付き合いはするよってところで、あなたがそれで受け入れていけるかどうかってところが、ポイントかなと思います。なのでこの3番をお選びいただいた方、お相手が他に好きな人がいるわけじゃないんですけど、でも友達はたくさんいるとか仕事上の付き合いとかで出歩いたりするときはたくさんあるかなというのが出てきました。ではこのお相手ね、この他の異性っていうところに対して未来カップの9が出てるんですけど、これは多分ね自分の意見とか主張とかを貫くからだと思うんですね。このままのスタイルでやっていきますよってところを変わらずに持つってことです。それがたとえあなたから違うって言われたとしても、なんか他の人と仲良くしないでとか線ちゃんと引いてよって言われても、多分この人の中ではちゃんと引いてるつもりなんだと思います。でもやましいことないのでちゃんと引いてるんですけど、あなたからしてみたらもっとちゃんとみたいな風に思うかもしれないけど、私が安心できるようにちゃんとって思うかもしれないけど、そう言えば我慢しないで言えばちゃんとわけ話すよとかじっくり話すよとか、そういうことは出てきてるからちゃんと対応してくれるんですよね。だから我慢しないで、言いたいことあるんだったら言ってっていう風に出てきていますね。ではあなたとお相手のアドバイスとしてもらっていきましょう。2人の今後っていうところで、我
頑固な一面もあったりとか、人付き合いが多かったりとかね、そういうところもあるかもしれないんですが、あなたに寄り添っているし愛してるよっていうところはちゃんと出てるので、あとは本音でぶつかっていけばちゃんとこの方受け止めてくれるんじゃないかなと思います。全く誰とも交際というか人付き合いしないっていうのは多分できないと思うんですけどね。かといって妥協点っていうのも見つけてくれないと思うので、この方のやり方、もうあと信じるしかないっていうところですね。はい。そして、こちらがあなた、お相手、そして課題です。2人の課題点として、はい。カップの9ですよ。リンクしています。そして未来が、はい、ペンタクル3番ということで、あなたの大切にしているものは何っていうことで結果が出てきています。そうですね。大切な宝箱、あなたの中の宝ね、キラキラしてるもの、大切だって思ってるもの、それお相手と共有してっていう風に入ってるのと、あとあなたの方で、ソードの5番が出てるので、お相手に改善してほしいこと、今までこう黙っていたとか言い出せずにいたんだけど、いざ口を開いちゃうと、絶対ここ変えてよって思ってることあるのかなっていう風に出てきましたね。じゃあ聞くから話してごらんっていう風に言われたら、こうしてっていう風に本当に声を大きくして言いたいことあるんじゃないかと。お相手の方はあなたに、なんかね、この人天然なのかな、なんかその愛されキャラっていう感じで入ってきます。なんかあなたがこれだけ大声を上げてこうしてよってもし言ったとしても、君のこと大事だからみたいな感じで少し論点ずれた感じで返事が返ってくるんですよね。いや、愛してることに変わりなくてさって。いやだから、他の私のこと大事だと思ってるんだったら、他の異性と仲良くしないでよ、飲みに行ったりとかしないで少しぐらい控えてよってもし言ったとしても、でも君のことを愛してるから、っていう感じで、その一点張りっていうような感じでも、そこをごまかしてるとか嘘ついてるとかじゃなくて、それなんですよね。一番大事なことだけ言うみたいな。じゃあ、あなたが求めているそのセーブしてよってところやってくれるのって言ったら、それね、違うかもしれない。このお相手の中でそれはできかねないかもしれないっていうことが入っていて、このね、お相手のそのカップの9って、この人叶えたいことがある、目標があるっていう風に出てるんですけど、9番ブーケのカード、21番山、25番指輪。そうですね。お友達と結婚の打ち合わせしてるとか、すごい今短絡的に言ったんですけど、友達に自分の結婚相談してるとか、仕事仲間に自分の人生相談してるとかなのかな。何か自分の中の人生を捧げたいと思っている人のことについて相談していたり、話し合っていたり、飲みながら結婚話に花を咲かせていたり、自分が叶えたい夢って何ですかって言ったら、ちょっとハードル高いんだけど、でもいずれ叶えたいこととして自分の愛する人にプロポーズしたいっていうのが入ってきます。捧げたいんですって。そのことを今課題にして取り組んでいて、将来それを叶えるんですって。でもそのためには自分のお友達とか仕事仲間の協力が必要で、そのことも踏まえて、今相談していますって短絡的に入ってきて、その相手はあなたなんですっていうのが入ってきてるんですけど、結婚ってまんま入ってきたんです。見てる方によって違うと思うので、
約束だからね、あなたとデートしたいってことを誰かに相談していたりとか、真剣交際したいってことかもしれないし、そうですね。ただ、その2人の道としては険しいものになるだろうってことは予想はしていて、楽観視はしていないので、そのことについて考えていたり、誰かに相談していたり、飲みながらどうすればいいと思うみたいなことを聞いていたりとか、この人の叶えたいことって何だろうっていうふうに思ったら、プロポーズっていうのが入ってきました。でもそれはすぐには叶わないことなんじゃないかって思ってるって、実はちょっと考えてるんだよねっていうのが入ってますね。でもなるべく早くそうなれるように頑張りたいんだっていう風なお気持ちで入ってきています。それに向かってもう始めているんじゃないんですかねっていうところが入ってきていますね。あなたはそれを果たして知っているだろうか、このお相手の計画、うん、あなたをあなたにプロポーズする計画をあなたはご存知だろうかっていうところで、見えていないところでそれが遂行されているかもしれないけど、どうでしょうね。でもその人付き合いであちこち行ってるなっていう風にあなたは考えてると思うんですね。見えてると思います、あなたからは。でもどういうことで集まってるのかっていうのはなんとなくしか知らないかもしれない。友達と遊びに行ってくるとか、仕事の人と飲みに行ってくるとか、そういう話は聞くんだけど、じゃあどういうことを会話で取り上げてるのっていうことを、そこまではね深く知らないかもしれないですね。だからここがちょっとずれてるのかもしれないですね。あなたの方でセーブしてよとか、私こう思ってるのって言っても、愛してるの一点張りなんですよね。それはそうなのか、ここなのか。2人で共同作業というか、どんな風に時間を過ごしていきますかって、これからの時間2人で織りなしていきますか。お互いの宝箱を見せ合って、どんな風にねお互い、物々交換じゃないんですけど、自分たちの宝物を交換するようなこととか、子供の時とかしませんでした？プレゼント交換タイムみたいな感じで、自分のとっておきのものをプレゼントで相手に渡すプレゼント交換みたいなことをしたことありませんか？だからそのような楽しいひとときっていう風に未来がなっていて、必ず2人で作り上げていくんですよっていうのがここで出てるんですよね。ちゃんとお互いの顔を見つめ合って、それで受け渡ししていくことがあるっていうね。この人もともと最初からオープンでしょ。実際いるのって聞いた時にこうやって手を広げてね説明しているような絵柄が出てきているので、ちゃんと理由を話すとか、やましいことがないからなんですよね。こうだよっていうことで、でも人付き合いは盛んな方ですよね。何そんなに集まってるのって言ったら、なんか結婚相談してるっていう風に出てくるんですよね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと疑心暗鬼な私は、疑心暗鬼だって疑心暗鬼というか、そんな私はカードにもう一枚聞こうと思います。この方はあなたと結婚を意識して動いていますか？はい。ワンドのキング。結婚に向けて動かれているんじゃないんでしょうか。結婚に向けて取り組んでいますかっていうことに対しての、そうだと思います。情熱的に取り組んでいると思いますね。今自分の中でできる限りのことをやろうと思ってるし、周りの人の協力をもらわなくても自分一人でもできますよみたいな感じでも入ってくるんですけど、でもね、誰かに話してると思います。よく一緒にいるお友達や仕事仲間たちには話してるんじゃないかと思います。そうですね。はい、そのように出てきました。その今ね、結婚っていうワードを使ったんですけど、その私はプロポーズだと思ったので、告白かもしれませんね。はい、ということで入ってきました。では、お選びいただいたオラクルカードからのメッセージです。これは輝きを表しているカードです。何事もポジティブに受け入れてくださいっていう風に、あなたがお星様を掴んでいますよね。
あなたの中の希望、夢、ときめきとかね、自分の中の宝物っていうのを大切に持って、そしてお相手ね、この話し合うよっていう風に言ってくれてるので、言いたいこと我慢しないで言ってもいいと思います。その後にそのお相手があなたの望んだ通りに改善するかどうか、飲みを控えるかどうかとか、そういうことはちょっとまだわからない、話し合ってみないとわからないんですけど、でもちゃんと問題とお互い直面して向き合って話し合った時に解決していく方法をお互いちゃんと見つけ出すことができるからっていうことで、我慢してることがあったり、不満に思っていたり、不安に思っていることがあれば、自分の中に留めておかずに、前向きな方向にね、検討してくださいっていうのが出ています。だから時には妥協も必要かもしれないですよね。本当に異性に何にも興味がないってことが分かればね、ちゃんとしたもの、証拠とか何か見せてもらうことができて安心できるのであれば、あなたの方でも、じゃあ人付き合いはね、ちょっとはねセーブしてほしいけど、仕事の付き合いとかだったらいいよっていう感じで、どこかで妥協点、絶対ダメってことはなくね、お互いの妥協点を見つけましょうってことで持ちかけていくのもいいかもしれないので、そのあたりもやってみてくださいと、ポジティブに受け入れていきましょうっていう風にアドバイスが入っていました。今回はお相手に他に好きな人はいるのかっていうことで、ドンとストレートにリーディングしていきました。この3番をお選びいただいた方、お相手ね、そのあなたの言いたいことに対して今考えてること、ちょっと違うこと考えてるみたいなイメージを私は受けたんですけど、天然さんみたいなイメージを受けたんですけど、いや今そこ論点ちゃうっていうところをポンって言いそうな感じもするんですけど、でもね、ちゃんとオープンで受け止めて話すよっていう風に言ってるので、ここはすごく信頼していいかなと思いました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。